はい、皆さんこんにちは、西野七瀬です。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回はモンハン、そして大阪ということもありまして、もう西野さんに来ていただかないとということで、本日ゲストとして来ていただいているんですけれども、地元大阪での開催というのは西野さん的にはいかがでしょうか？やっぱ大好きな地元にこの大好きなゲームの大きな大志郎展が来るということで、それだけでもすごく嬉しいのに、呼んでいただけたことがやっぱりめちゃくちゃ嬉しくて、頑張って今日は明日から始まるみたいなんで、たくさん魅力を伝えていけたらなと思います。一足先に中はご覧になってはい、見せていただきました。いかがでしたでしょうか？いや、最高でしたなんか結構いろいろ見れるっていう、今回武器も防具もいろんなものをこうじっくり見れるって感じだったので、私設定資料集を実は購入していて、もうでそういういつもこう分厚い図鑑みたいなめっちゃ分厚いです。分厚い本なんですけど、あれ家でこうじっくり見るのすごい好きだったんで今回はここでしか見られないものをじっくり見させていただいて楽しかったです。どのあたりのタイトルからこう気になってプレイされてたんですか？初めてやったのは4で 3DS かなでやりました。その時はもう最初からもうガッとのめり込んだ感じでしたか？初めはあんまりそれまでそういうアクションゲームをやったことがなかったし、結構男の子が遊んでるイメージが、あと兄もやってたので、友達とかもなんかその時は周り女の子ではいなかったけど、その時グループに所属してたんで、アイドルやってた時にそのメンバーの子たちと一緒にやろうっつって買って、なんかお仕事の休憩時間とかにちょっと一狩り行こうって言ってやってました。辻本さん、モンハン選抜とかありませんでしたっけ？そうですね、ちょこっと僕らにもちょっとそれは聞こえてきて、西野さんがやってるらしいぞみたいなのがちょこっと聞こえてきて、でそういうこともあって、実はね10周年の時も、はい、ご一緒させていただいたりとかさせていただいたんですけど、それで今回でワイルズでいうと、はい、CM も出ていただいておりまして、かなり面白い CM になってますねちょっとシュールな感じのCM めっちゃ嬉しかったです。じゃあ歴史を振り返ると結構一緒に歩んできたところがあるんですね、今までも。そうですね、節目で節目ですよね、本当に、はい、ありがとうございます。ありがとうございますこちらこそありがとうございます。武器プロジェクションのゾーンです。こちらはモンスターハンターワールドアイスボーンに登場する全14武器種の中から自分が選んだ武器が手に取れるような大きさで目の前に出現する仕掛けになっているんですけれども、西野さん、こちらは実際武器の方は見て見られましたか？見ました。結構たくさんありましたけど、たくさんずらーっと並んでて、なんかどれから見ようみたいなまず思っちゃったんですけど、やっぱいつも使っている武器見たいなと思って、こうおなじみのものを見ながら、自分が使ったことない武器とかもまじまじと見れるんで、すごい楽しかったです。結構大きいですよね。大きかったです。ゲームの画面の中でも見れるけど、それよりももっとこう細かく大きく見れたので、なんかちょっとこの武器こういう見た目だったんだみたいな、あんま自分が使わない武器ってそんなに普段ゲームの中で見ないんで、なんかデザイン可愛いから使ってみたいなって思う気持ちにもなります。普段は何を使われてるんですか？普段メインはハンマーを僕と一緒です。はい、一緒です。そうなんです。結構珍しいです。女性の方でハンマー使っている方って、そうなんですね、結構双剣とかタッチとかが人気なんですけど、スパッと切る系が。そうですね、はい、ちょっとスタイリッシュな感じのやつが人気なんですけど、もう打撃でこう頭をなんかいきたいですね。そうですね、切るよりは尻尾はもう切断系の方にいつもお任せして、もう気絶は頑張りますみたいな感じです。きっかけ全然覚えてなくて、気がついたらハンマー振ってたんですけど、でも
始めた4の時は何も分からなかったんで、とりあえず太刀を初め使ってたんです。で本当分からず連打ずっとして、でその時戦い方も分かってなかったんで、ただただモンスターの動きも見ずに突っ込んでってたくさんやられてっていうのをやってたんですけど、そっから多分なんかちょっと変えてみようと思ってハンマーを使ってみたらしっくりときて、そこからずっと愛用しています。最終的にそのサンブレイクで使ってたのはイベルカーナとか、まあでも属性では使い分けてたから各属性持ってはいたんですけど、でもなんか見た目も結構なんかラージャンとかすごいですよね。めっちゃ頭感強くて、頭そのままハンマーに使ってるみたいな感じで、やっぱデザインもでもよく見てました。そして今ご紹介した武器プロジェクションのお隣にあるのが、大型モンスター219種類の防具を堪能できる防具インタラクティブというゾーンです。こちらもまたね、時間が足りない系ではあるんですけれども、いろいろなモンスター対峙して、防具作っていったりしますけど、特に西野さんがお好きだったり印象に残ってるモンスターっていますか？モンスターでですか？防具でもいいですよ。モンスターですごく苦戦したなって思い出なんですけど、ワールドの時にディアブロス・アシュ、真っ黒のかっこいいのに行ってて、でやっぱもう自分にとってなんだろう、角大きいからやっぱ破壊しがいはすごくあるんですけど、それと同時にやっぱりリスクもすごく大きくて、なんか強敵だったんですね。で私が3回、倒されてクエスト失敗しちゃって、ちょっとなんだろう、もうトラウマ的な自分から言っといてですけど、見事に失敗しちゃって、多分もうソロで討伐とかはちょっとできないだろうなっていう。ディア足早いですね。で頭をハンマーを狙いに行かないといけないんですけど、すごいリスクがあるから。そうなんですよ。一撃も大きいですからね、ディアブロス足はね。いけるって思ったらもう潜っちゃったりとかしたなっていう。他にもいます？なんか好きなモンスターとか。他はサンブレイクのメルゼナがもう大好きで。ああ、そうですか。マガイマガドも大好きなんですけど、メルゼナもその吸血鬼モチーフで、なんかもう佇まいからすっごい品があるじゃないですか。こっちにまだ気づいてない時の歩き姿とかをちょっと観察したりとか、翼のなんかさばき方、マントみたいにこう吸血鬼みたいにこうやってやってるのもかっこいいし、音楽もかっこいいし、もう戦ってて何回かっこいいって言ったか本当わかんないぐらい戦いながらなんか言っちゃうんですよ。かっこいい、ずるいみたいな。これモンスター作ったメンバー聞いたら多分泣いて喜びますよ。マジで本当にかっこよかったけど、連鎖攻撃が凄まじかったじゃないですか。あれは恐ろしかったでも確かにかっこいいですよね。なんかね、かっこいい。はい、わかりますわかります。なんか狩らなきゃいけないのも本当見とれちゃうし、好きになっちゃいますよね。拘束された時のモーションとかもちょっとなんかかっこいいから、翼の中にそうですね。まとわれる吸血されてるみたいな感じの。展示物でモンハン20年の歴史を一挙に振り返ることができるモンハンヒストリーゾーンです。こちらではなんと2月28日発売となるモンハンの最新作、モンスターハンターワイルズのメインモンスターアルシュベルトの素材から生産されるチャージアックスが登場しています。こちらが新規で制作されたものということで、ここ大阪が初お披露目となっています。もうご覧になったと思いますが、西野さんはこちらはいかがでしたか？なんか本当アルシュベルトの雰囲気そのままがやっぱこう、武器に宿ってる感じで、この縦の方の
鎖みたいな、鎖が垂れてるのも揺れるのかなとか、なんかやっぱかっこいい、色使いも上品だなって思って。そうですね。アスペリドってこの羽のところがああいうちょっと鎖状みたいになってジャラジャラみたいなしてる感じで、それを使ってまた攻撃とかもしてくるんですけど、それが特徴的で、結構ねさまよう白騎士みたいなイメージがあるモンスターなので、ちょっと鎖状の、翼とかこうジャラジャラしてこう歩いていったりとかする、モーションがあったりとか、それを使ってくるみたいなのもあったりとかするが、そういうのもちゃんと再現されてますね、武器の方にもね。東京ゲームショウで話題を呼んだモンスターハンターワイルズに登場するハンター等身大フィギュアと体験ホープブレイド、こちらも間近でご覧になることができます。もう発売も間もなくで、西野さんこれでまたワクワク高まりますよね。高まりました。今日で楽しみで、オープンベータテストも遊ばせていただいたんですけど、はい、やっぱなんか狩るのも絶対楽しいけど、なんかフィールド歩くだけでも探索結構好きなだったんです。今までも探索だけ行ってただフィールドを散歩するみたいなのも好きだったりしたので、そういうのも楽しみたいし、新しいモンスターたちもめっちゃ楽しみです。ワイルズですか？はい。ワイルズももう来週、発売になります。いよいよ発売に迫っていきまして、で今回没入感っていうのをすごく大事にしてまして、いろんなところがシームレスにつながっていって、すごくその没入感を味わっていただけるっていうところと、すごく今回ストーリーであったりとか、ここもちょっとシームレスにしたりとかすることによってより没入感を高めるような、ところっていうのをテーマにしているところがありますので、そういうのを味わっていただきたいっていうところと、ワイルズから初めてプレイされるっていう方も多分いると思うんですけど、初めてプレイされる方が、こういうところで包まれそうかなとか、こういうところちょっとよくわからないかもなみたいなところを結構今回いろいろ研究とか検証もしてケアするようなシステムも入ってますので、ここからプレイされる方とか久々にモンハンプレイされる方も全然ここから入ってきていただいても遊べるモンハンになってます。伝説の黒竜近畿モンスターミラボレアスの大型造形の展示です。黒竜襲来と名付けられたこちらのゾーンでは、シュレイド城での迫力の狩猟を再現する造形となっていまして、黒竜ミラボレアスに立ち向かったドキドキリアルに体験できる展示ゾーンとなっています。こちら辻本さん、すごかったですね。そうですね、やっぱりこういうリアルイベントならではのものだと思いますし、ぜひ皆さんも写真撮っていただいて記念にしていただけたらと思いますね。はい、ということで、この写真撮影を実は西野さんにも一足お先に体験していただいておりますので、お見せいただいてもよろしいでしょうか。はい。かわいい。かわいい。なんかうちの子みたいな感じで撮りました。かわいい。いろんなポーズができると思うんですよ。ちょっと口の中にこうやってみたりとか、わーってやったりとかできると思うんですけど、うちの子紹介みたいな感じにしてみました。なるほど。お散歩で出会ったみたいな。はい、横です。懐いてる感じで。初めてじゃないですか。そうこういうショット。意外とそうですね。ですか？意外と初めてですね、こういうショット。そうですね。さあ、ではここからは大狩猟展のメインコンテンツ、モンスター図鑑 AR 体験ご紹介したいと思います。さあ、これはですね、西野さんにもう先に体験していただいたものを少し映像で撮らせていただいてますので、まずは西野さんの体験映像を見ていただきましょう。はい、どんな感じ？おお、来た。うわー、エースだ。おー、すごい。でかっ。すごい。声も。おー、でかい。すごい尻尾が今。何かを避けてますね。尻尾ですね。かわいい。逆にちょっと体験してるのを見られるのちょっと恥ずかしいですよね。めっちゃ恥ずかしいです。そういうコンテンツじゃない。そういうコンテンツじゃないです。みんなで同時になんかワニが体験してみんなでリアクション。おお。
ターかもわからないまま私たちは西野さんの体験映像を見させていただいてるんですが、かなり臨場感があるということは伝わったかと思うんですが、このモンスターズカ AR 体験簡単に紹介しますと、この体験では最新の AR 用ヘッドセットメタクエスト3を使用することによって目の前に大迫力のメインモンスターが登場してきます。まさにモンハンの世界に没入できる体験ということで、東京の開催の方でもかなり評判になりまして、全モンスターを網羅したいというリピーター様もたくさんお越しいただいております。登場するモンスターなんですが、リオルース、クシャルダオラ、ティガレックス、マガイマガドなどなど歴代ナンバリングタイトルに登場した全16種類のメインモンスターたちだったんですが、なんとこちら大阪では新たにイビル城の乱入が決定いたしました。ということで西野さんはもうイビル城も対峙したわけですね。しました。なるほど。もうこの感想は後ほどまたお聞きしたいと思うんですけれども、ではこのモンスターたちですね、実際に17種類のモンスターたちイビル城を含めまして、西野さんと映像を見ながら感想をお伺いしていきたいと思います。辻本さんもぜひ注目ポイントなどあればお願いいたします。ではまずは西野さんが見ていただいたモンスターの中から5種類のモンスターセレクトしておりますが、最初に見ていただくのはモンハンを代表するモンスターリオレウスです。こんな感じで出てきます。モンスターハンターのリオレウスっていう、すごく代表的な、もちろんモンスターでありますので、やっぱり飛竜種ということでとても分かりやすい、やっぱりモンスターだと思いますので、一番代表的と言ってもいいですね。やっぱりリオレウスというのはこのキョロキョロする動きもね、可愛いですね。ゲームの中でよく見る。ちょっと動いただけで大きいんでうわってなるんですよね。迫力すごかったです。こうやって見ることあんまりというかないですからね。ないです。では続いてこちらも見ていただきましたね。続いて見ていただいたのはこれです。バルファルス。声、音、鳴き声もすっごい臨場感たっぷりだったんで。バルファルスもすごい人気のあるモンスターで。顔かわいいですね。そうですよね。シンプルになんかちょっとくちばしっぽいのがついてるのも。で逆にこの攻撃とかしてるところじゃなくて、こういう普段のところをこうゆっくり見るってあんまり逆にないんで。そうですね。はい。普段は落ち着けないですもんね。そうですね。目の前にいたら。バルファルスがめちゃめちゃ速いモンスターなんで。はい。翼で飛んでいきますからね。では続いてのモンスターはこちらです。続いてはマガイマガドを見ていただきましょう。かわいい。まずちょっと可愛いですよね。こうやって見ると。甲冑の感じがやっぱ、ライズの和風の雰囲気で。そうですね。背中は破壊するの結構難しいんですよね。位置的に。確かにちょっとこう見ると可愛いですよね。可愛い。あと寝姿めっちゃ好きなんですよ。なるほど。なんか結構モンスター寝た時にそれぞれ寝方があるので、丸まったりとかあるんですけど、マガドってなんか仰向けでパーンって感じでちょっと人間っぽい感じで寝るんで、それすごい好きでしたね。それも見れたりしたら嬉しいですね。西野さんって設定のやつ読むくらいなので、多分そういう細かいところまで見ていただけるのがありがたいですね。モンスターハンターってすごいそういうのこだわってますので、意外と見えないところでこんなことしてるみたいなのもすごくこだわって作ってるので、ぜひそんなの注目してもらえたらと思います。はい、では続いてのモンスターゴアマガラです。なんかすごい常に動いてて。ゴアマガラが先ほど西野さんがモンスターハンター4からプレイされたっていうことで、モンスターハンター4から登場している、モンスターになりまして、今回も実はモンスターハンターワイルズでもゴアマガラ登場しますので、大人気モンスターです。こちらもなんか鱗粉みたいなの出てますね。出てますね。いいですね。ちょっとダークヒーロー的なちょっとテーマがあったりとかするモンスターですね。すごい好きです。ゴアマガラのデザイン。そして続いてがですね、大阪から新たに乱入決定しましたこちらイビル城です。
西野さんいかがでしたか？この急に画面にこうやってワーニングって出てきて、私実はこの実際ゲームの中で経験したことがなかったんですよ。知ってはいたんですけど、こういう特別演出があるっていうのを、これをもうリアルで体験できたと思って、これが乱入演出なんだと思って嬉しかったです。まあ、ちょっと本当にね、この大阪で新しく、モンスターを追加するって話になったり、まあ、どのモンスターがいいかなっていう話はしてたんですけど、まあ、こういうちょっと乱入とかっていう演出もあったらちょっとイビルジョン面白いんじゃないかみたいなっていうので、ちょっとイビルジョンを今回採用させていただきましたね。はい、ありがとうございます、はい、ということで紹介しきれなかったモンスターたちもいますので、そちらも映像を見ながら振り返っていきたいと思いますが、こちらのモンスター図鑑 AR 体験は大阪にて乱入決定したイビルジョーを含む合計17種類のモンスターたちをご自身で切り替えて全部見ていただきます。推しモンスターをじっくり見ていただいてもいいですし、それぞれバーッと全部見たいなっていうのももちろん OK です。ということで、もうモンスターも本当にねたくさんいるんですけれども、西野さん改めてこのモンスター図鑑のこの AR 体験っていうのはどうでしたか？いや、すごい楽しかったです。ずーっと見れるなと思って、細かいところまでやっぱ見れますし、なんか息遣いとかもそれぞれ違うし、あと本当頭の位置とかもそう、めっちゃ高いモンスターもいれば、すごいこの辺にもう撫でられそうな感じの位置もありで、なんかすごく楽しめました。ありがとうございます。迫力がねすごいありますからね。迫力すごかったです。みんなでこう、やったら楽しいんだろうなと思って、実際はこんなに本当高いところにこう狙って頭まで自分がいってるんだなっていうのを本当に感じますよね。そうですね。特にね西野さんとかハンマーとかやったらこう頭を狙いに行くことが多いから、この正面とかねよく見ますもんね。見ます。はい。頭高い。そうね、狙いに行く。狙いに行くんですよね。チャンスが。はい、ということで、ぜひ皆さんも隅々までいろいろ観察していただきたいと思います。以上、モンスター図鑑 AR 体験のご紹介でした。皆さんに見ていただきましょう。西野さん、オリジナルモンスターお願いします。こちらです。はい。ちょっと可愛い感じのカワウソをモチーフにしてみました。あとモフモフにしたかったんで、ちょっと実際のカワウソはこんな毛ないんですけど、マフラーみたいに毛をまとってるみたいな感じにしてみました。てかめちゃめちゃうまいじゃないですか。めっちゃうまいじゃないですか。ありがとうございます。これ東京の時もこれやったんですけど、クオリティの差が激しすぎるぐらいめちゃめちゃうまいじゃないですか。なんかほんとかっこいいモンスター多いんで、ちょっと可愛い路線は確かに少ないかなと思って。これでも枯れますか、この可愛い子。でもパオルムとかも可愛いじゃないですか。確かに。でも結局やっぱやらないとやられるんで、枯れると思います。なるほど。あとこのちょっと凶暴に爪を一応そこはですね、攻撃してくるのは、爪攻撃とかこの毛で攻撃してきたり、モフってしてくるんですね。モフってしてきたり、あとすごく俊敏なラージャン並みのなんか俊敏さあればいいなって思って。結構可愛いんですけど、めちゃめちゃ手強そうな感じになりますね、それだと。すごいですね。でもめちゃめちゃうまいですね。本当に。私がカワウソに似てると言われるので、それもそれ余計借りにくくないですか。好きなんでカワウソ。なるほど。はい。すごいありがとうございます。全世界のハンターたちへ西野さんからメッセージお願いします。はい。いよいよ明日からモンハン好きの人にとってはすごい夢のような空間だったので、何度も何度も楽しめる要素もたくさんあると思いますので、ぜひ明日から全国のハンターさん楽しみに待っていてもらえたら嬉しいなと思います。私もちょっともう一回来たいなと思ってますので、もし会場で偶然会えた時とかは
ご挨拶とかご挨拶ね、でも来てる人ってみんなやっぱハンターさんなんで、なんかリアルで会えることってなかなかないと思うんで、みんな同志なんだなって思いながら遊びに来れたらまた楽しいかなと思います。ありがとうございます。では辻本さんからもお願いします。はい、本当にモンスターハンターの20周年の歴史が詰まった、大資料展となっておりますので、本当に多くの方、来てくださることを本当に楽しみにしておりますし、モンスターハンターも最新作は、来週、モンスターハンターワイルズが、発売、されますので、モンスターハンターとしても20周年となりますが、これからも、もっともっと盛り上げていきたいと思っておりますし、そのですね、歴史が詰まったこの20周年展、本当に多くの方、来てくださることを楽しみにしております。皆さんぜひこの大資料展に来てください。よろしくお願いいたします。どういうお時間になるんですか？でもリフレッシュが一番大きいと思います。なんかお仕事を頑張って、よしこの後時間あるってなったらちょっとつけて、なんかこう狩りをしている時って結構頭空っぽにできて、もう指が勝手にもう操作してるみたいな状態が多くて、こう半集中状態みたいな感じが心地よくて好きですね。もちろんでもなんかすごい強敵とか自分の苦手なモンスターってなるとちゃんとこう集中してやられないようにやるんですけど、なんか結構基本的にはこうもう半分集中半分ぼーっとしてるみたいな感じでやるのがリフレッシュになってます。一番テンションが上がったエリア、はい、一つと答えるならばどこになりますか？これかな、この AR は、はい、いや迫力が想像以上にすごかったので、これ家でやりたいなって思いました。こういうただモンスターを観察するみたいなゲームを出してほしいなって思うぐらい、もう私はすごく好きな、やっぱ普段こう戦ってる時はそんなじっくりモンスターのこと見れないので、こうやってみんなでなんかまじまじと見れるのは貴重な機会ですし、時間が足りないって思いました。ありがとうございます。ではいよいよ明日オープンとなるんですけども、やっぱりこの時期なので少しずつ春の季節もこう近づいてくるというようになってきました。もし春に西野さんが大阪出かけるとしたら、もちろんこちらの大資料展と、あとどこ見てみたいですか？そうですね、地元大阪なんですけど17で上京しているので、実はあんまりそういうスポットをたくさん知ってるわけじゃないので、地元ですかね地元に結構大きな川があって大きな橋がかかってるんですけど、そこからの景色がいつも登下校で使ってた道でめっちゃ綺麗で好きだったので、なんか久しぶりにその景色を見たいなっていう気持ちはあります。ありがとうございます。で最後はモンスターを発表していただきましたが、しつけな質問で恐縮ですけど、出来栄えに点数をしたら何点でしょう？でもさっき辻本さんにもすごい上手ですねって言ってもらえて嬉しかったんで99点。1点は高得点。1点はちょっと謙遜満点はないかなと思って、でももう辻本さんに
褒めていただけたらもうほぼ満点だなっていう気持ちなんで、はい、ちなみにイラストものすごく我々としてもびっくりしたぐらいいい出来栄えかなと本当思ったんですけど、ありがとうございます。あれってちなみにどれぐらい時間かけて考えられますか？どれぐらいでも45時間ぐらいだと思います。なんか何のモチーフにするか初めめっちゃ迷って、結構トカゲとかヘビとか爬虫類好きなのでそこから考えようかなと思ったんですけど、すでにそういうモチーフのモンスターがいたりとか、あとどうしてもモフモフふさふさにしたかったんで、なんかそこの融合がうまく自分の中でできなかったので、それでちょっとじゃあ自分にゆかりは別にないんですけどよく似てるって言われるカワウソは今までいないと思って、そこから考え始めて。ありがとうございます。何もいろいろあってありがとうございます。ではすみません、最後報道メディアの皆様でですね、ちょっと改めてこの大修行展ぜひお越しいただきたいという PR コメントをいただけたらと思います。はい、ですね、ずっと遊んできたハンターの皆さんも、これからワイルズをやろうかなと思ってる皆さんも一緒に今までのモンハンの20年を振り返られるような内容にもなってますので、ワイルズへの楽しみの気持ちも上げつつ、この大狩猟展でやっぱ見れる要素がもうたくさんありすぎて、1回じゃなかなか見れないところもあると思うので、何度も来ていただくのもすごく一つの楽しみかなと思います。ぜひ皆さん遊びに来てください。